今回はこれを見れば確実にニューヨークに行きたくなるマイケル・ジャクソンミュージカル徹底解説ということでお願いしますね。この前行ってきたんですよ、ニューヨークブロードウェイ。1週間限られた時間でもその中で予定してなかったのに唯一2回見たミュージカルがある。それがこの MJ ザ・ミュージカル。もうね、最高だったんですよ。でさ、意気揚々と日本に戻ってきてこれを共有したいと思って日本のサイトのね、なんかレビューとかを見たの。そしたらすごかったけど、いわゆるジュークボックスミュージカルですよねとか、まだ見てないけど、モノマネショーでしょ。何も分かってないって思ったの。っていうか、そもそもね、日本にこの MJ について熱く語ってるコンテンツがないとするならば、この現役ミュージカル俳優であり、重度のマイケル・ジャクソンファンである大戸が、このミュージカルについてここで語るのは結構意味があることなんじゃないかなって思ったの。それで今これをご覧のミュージカルファンの皆様、そして分かってんだよいるのはマイケルファンの同志よ。もし僕の語りを聞いて、ちょっと待って、円安関係ない、これブロードウェイ行って見なきゃダメだと少しでも思ってくれたなら、それはもう本当に心から幸せです。ということでお願いします。ちょっと待って、俺は MJ もう見に行く予定があるから頼むからネタバレすんなって思ったあなた、違う。いいかい、ミュージカルってのはネタバレを知ってからがその本領を発揮するの。どういうことか。劇団四季のミュージカル見に行くときにアラジン、ホールニューワールド流れるの分かってて行くんだよね。絨毯が魔法でなんやかんやあって空飛ぶの分かってて行くんでしょ。でも生で見た時に感動するわけじゃん。そうでしょ。それがミュージカルの一番の強み。筋を知ったとしてもそのライブのパワーに圧倒される。2度3度見たとしても感動できる。それがミュージカルだから、安心して今から僕の解説を聞いて、こうやって楽しめばいいんだ MJ と思ってニューヨークに飛んでください。まずこれを解説する上で押さえておいてほしい前提条件があります。それは他にもさ、いろいろジュークボックスミュージカルってのはあるわけじゃん。例えばジャージーボーイズみたいな、そのアーティストの楽曲を使ってそのアーティストの半生を描く。わかりやすいところで言えば、この前映画大ヒットしたクイーンのボヘミアン・ラプソディとか。それとは一線を画す違いがマイケル・ジャクソンにはある。それは何かいい？マイケル・ジャクソンというコンテンツはカバーするハードルがめちゃくちゃ高い素材なの。これどういうことか。それはマイケルがとんでもなく独特な世界観を完全に築き上げてしまったから。この世界観っていうのは言い換えれば癖と言ってもいい。つまり癖がすごすぎてマイケル以外がやると成り立たないってことなの。この有名なマイケルのこういう振りあるじゃん。これって冷静に言葉にすると、男性が自分の股間を手で握りしめながら腰を振りつつ規制を発するっていう行動なのよ。でもマイケルがやるとかっこいい。マイケルの振り付けってよーく見ると実はあれかっこいいんじゃなくて変なのが多い。例えばさ、わかりやすいのはスリラーで、これだよ振り付け。なぜこの踊りでかっこよく見えるっていう面白い振りが実は多いの。これわかりやすいのがスムースクリミナルってね、斜めになるゼログラビティってあるじゃん。あれ僕めっちゃ好きなんだけど、それの中盤のダンスブレイクシーンがあるんですよ。バックダンサーは世界トップレベルの人たちが集められているにもかかわらず、どんなに探してもマイケルよりかっこよく踊れてる人がいないんだよ。素人が真似すればどうやっても面白くなってしまう。プロが踊ったとしてもなんかこれじゃない感が出てしまうっていうコンテンツなの。でもね、僕たちファンはこう思ってる。もう一度マイケルに会いたい。なんなら信じてる。まだこの世のどこかにマイケルは生きている。そう夢見ている。でも同時にこうも思ってる。絶対に実写化するんだよマイケル・ジャクソンって思ってんの。だって成り立つわけがないから。わかりました？どれだけこのマイケルを再現するハードルが高いかということを。さあ、その上でじゃあいかにして MJ がそのハードルを超えたのか、僕が感動したのか。これはこの腕がマイケル・ジャクソンオリジナルの世界観だとするならば、MJ はそのテイストやエッセンスを確実に取り入れながらも別の世界線を描くという
天才的なアレンジが施されてる。特に動き、そしてダンスだよ。見たこともない振り付けが展開されてる。なのにマイケルっていう状況が起きてんの。これね、なんか、もしもマイケルが1980年に生まれて今のダンスシーンのテイストを取り入れて進化したならば、彼のダンスはこういうところに到達していたのではないかという別世界のアナザーワールドのマイケルを描いてるみたいになってんの。これによって何が行われるかというと、原作ファンが傷つかない。口で説明するとね、もう百聞は一見にしかず、なんとMJ The Musical の公式 YouTube アカウントがスムースクリミナルっていう大ナンバーを丸々フル尺で YouTube に上げてくれてんの。マイケルってのはミュージカルからものすごくいろんなテイストを取り入れてるの。例えばさっき言ったスムースクリミナルはフレッド・アステアが主演したバンドワゴンっていう映画が元になってる。あとはバッドとか You know I'm bad ってあるじゃん。あれとかはウエストサイドストーリーのクールっていうナンバーのシーンをオマージュしてる。だからこういうシアター系の動きとか、こういうジャズ的な動きがマイケルは多いんだけど、この MJ The Musical のバックダンサーはなんならモダンダンスみたいな動きをしてんの。なんかこういうのとか、こういうのとかやってて、どういう動きって思ってんのかっこいいの。しかもマイケルにしか見えない。ちょっと待って、これはね、見ろ！見たら何言ってるかがわかる。本当に素晴らしいものを見た。もう一つね、この MJ The Musical の素晴らしいところ、それは、マイケル本人さえも成し遂げられなかったとある夢を叶えてくれている。マイケルってのは、その彼のダンスに結構スポットが当たるけれども、ボーカリストとしても天才的なのよ。だってさ、I Want You Back ってあるじゃん。ジャクソン5、マイケルがちびっこだった時の、最初の曲、デビューと同時に全米ナンバーワンを取るんだけど、あれレコーディングした時点で10歳だよ。10歳から天才ナンバーワンボーカリスト。そしてもちろんダンスは、まず有名なのはスリラーだよね。世界中で爆発した。で、その後バッドになってさ、そっからさ、もうデンジャラスっつってさ、で、その後トゥンバートゥンバーっつってさ、その後You Rock My Worldって行くわけじゃん。どんどんマイケルのダンスは進化していくが、実はマイケルはアルバムバッドを出した時点で29歳になる、そう30代に差し掛かるんだよ。デンジャラスツアー以降、そのライブパフォーマンスで口パクを導入することになる。リップシンクと言い換えてもいい。もうね、マイケルのライブってのはめちゃくちゃ激しいの。歌とダンスを天秤にかけた時にマイケルはダンスを選ぶ。もちろん中には生歌で歌ってるパフォーマンスもあるけど、圧倒的に口パクが多い。だけど僕たちファンは思ってる。どんなにクオリティが下がってもいいからあなたの生声を聞きたい。でもThis is It の映画あったじゃん。あれでマイケルが生歌でリハーサルしてんの。ちょっと待って、あなた50歳になっても20代の頃の歌声で歌えるんじゃんと僕たちファンは歓喜した。しかしそれの本番が訪れることはなく、初日の直前にマイケルは命を落とす。で、このミュージカルで何が行われてるか、その上で全ナンバー爆踊りの全ナンバー生歌ねえ、全ナンバー生歌ってミュージカルで当たり前かもしれないけど、今の説明を聞いたらマイケルファンにとってこれがどんだけ素晴らしいことかわかる。なんならもうマイケルのね、後期のナンバーの中にはライブでの生歌パフォーマンスが存在しない曲とかもあんの。でもそれが目の前で、おいちょっと待ってくれよ、この曲生歌でしかもダンス付きで見れんのかよっていう感動を味わえるの。でもマイケルのキーっていうのは黒人の人にとってもきついものらしいの。高い。その証拠に多分ね、バッドとかはキー少し下がってたと思う。しかもさ、ミュージカルの宿命ってロングランなのよ。特にブロードウェイは。いい？ 1 日やって終わりじゃないんだよ。1週間、1ヶ月、半年、1年、2年やった上で喉を一度も壊してはならない。それを実現させるために MJ にどんなシステムが導入されているか。実はこの MJ The Musical ってそのデンジャラスツアーのリハーサルを描いてるの。で、そのミュージカルの最後が有名なさ、もうデンジャラスの冒頭のさ、こうやってバーンって出てきてキャーってなって、はい無理だバーンってなって、メガネ外してバーンってなって、テケテケテケみたいな始まる。ちょっと待って、伝わってるよねっていうのがあるじゃん。
そこでミュージカルは終わるの。その現代軸ともう一つ。ライブのリハーサルの休憩中にテレビ局のアナウンサーとかが来て、マイケル、あの時のことを教えてください。あ、ジャクソン5の頃はねって言って、回想軸が始まるの。そう。現代軸と回想軸。この2軸で2層構造で展開されるんだけど、で、そこにはね、チビマイケルとかもいるのよ。もうジャクソン5の、もうよく見つけたな、こんな似てる子っていう子が出てくるの。歌も上手くてなんか落ち着いててさ。で、チビマイケルわかるじゃん。で、本物マイケルもわかるじゃん。でもね、この作品、もう一人のマイケルが出てくるの。それが、青年マイケル。チビマイケルがちょっと大人になって背伸びたけど、まだお兄ちゃんたちとジャクソン5とかジャクソンズやってるみたいな時のマイケルよ。ただ、この青年マイケルがやたらとずっと出てくるの。後半になっても2幕になっても。で、1回目見た時は、おい、ちょっと待って、お前出過ぎじゃないって思ったの。もっと本物マイケルみたい。いや、ちょっと待って、こっちが偽物ってことではないけど、もうこっちのマイケル見たいよって思ったんだけど、2回目見て分かった。彼の役割。それは、本物マイケルの喉の負担を減らしてる。これどうなってるかっていうと、1番を、そのナンバーの1番を回想シーンで青年マイケルが歌い、2番を現代軸で本物マイケルがリハーサルの中で歌うみたいな構想になってるの。これによってシンプルに曲の分量が2分の1になって、ロングランを可能にしている。しかもね、これ面白いのが、この青年マイケル、現代軸ではマイケルのバックコーラスの一人みたいなことをやってんのよ。それが早替えしながら色々入れ替わる。うわ、めっちゃ重要じゃん、この青年マイケルって思ったの。しかもめっちゃ歌うまいしね。そして僕はこの青年マイケルがやりたい。もしも、日本で MJ をするならば、関係者の皆さん見ておりますでしょうか？もしよかったら、もうぜひオーディション情報ください。後で僕がマイケル・ジャクソンを歌った動画とかも後日上げておきますので聞いといてください。まあそれはどうでもいいや。他にもいろんなキャストがね、2つの役をやってんの。その一番面白かったのが、現代軸ではマイケルの精神的支柱である、なんかね、マネージャーか現場監督みたいなね、黒人の男の人がいるの。この男の人が回想の軸では、マイケルの精神的トラウマな存在であるお父さんを演じてるの。どんな風に展開されるかっていうと、現代軸でマイケルがちょっとリハーサルストップと。こんなんじゃ全然お客さんを満足させられないから、もう演出変えようっていうの。そしたらそのマネージャーの人が、おい、ちょっと待ってくれ。今から間に合わないよ、マイケルって言うんだけど、そこでマイケルが、Don't stop till get enough っていうの。僕たちは満足できるものが仕上がるまで歩みを止めちゃいけない。ところが、2番になると、マイケルのそのトラウマ的存在であるお父さんがマイケルを虐待しだす。チビマイケルを。お前は他の子たちみたいに遊んでる場合じゃないんだ。休憩するな、休むな、リハーサルをしろ。Don't stop till get enough って歌うのよ。そう。マイケルはトラウマだったお父さんの影響を実は受けていて、同じことを大人になってから周りの人に言ってるっていう風になってんの。ね、めっちゃ面白くない？っていう感じでそろそろ解説終わろうかな。MJ The Musical の素晴らしさはスタート。ちょっと待って、他にも言いたいことあった。なんとね、この MJ The Musical、日本人が関わってんのよ。ヒロ飯田さんっていう音楽監督、音響監督、すいません、ちょっとよくわかんないんですけど、最高なのよ。皆様、もし、この喋りを聞いて、ちょっとでもね、やっべえ MJ 面白そうだなと思ってくれたら、ぜひ高評価お願いします。そしてコメントをください。また、大友の言ってること全然違うじゃん。いいか、これはこう解釈するのとかあったら言って異論、反論ください。なぜなら僕は今一人ぼっちだから。もう感想を言いたくてたまらないのに、誰も見てないの、周りの人間 MJ を。まあ、なんなら、この僕の解説動画の感想とかでもいいから、なんでもいいからください。一人にしないで。で、もしも、この動画が好評だったら、他にもね、めちゃくちゃ面白いね、舞台があったのもトニー賞確実と言われてるキンバリー・アキンボとかを解説したいと思うので、もしよかったらチャンネル登録してお待ちください。ということで、長々ご清聴ありがとうございました。楽しかったです。聞いてもらえて。それでは、また会いましょう。ありがとうございました。大戸智美でした。